こんにちは。いつも YouTube ご覧いただき、誠にありがとうございます。今日はリクエストのありましたカクテル、パリジャンをお作りしたいと思います。それから、ステアのちょっとワンポイントのお話もしたいと思います。動画の中で使っている材料やツールなどは、こちら概要欄にも貼ってますので、どうぞご覧ください。さて、リクエストいただいたパリジャンですが、私には深い思い出があります。33年前、バーテンダーになりたての頃、まずカクテルブックを買いまくっていました。そしてある時に気づいたのです。パリジャン。こちらのカクテルブックではステアと書いてます。もう一つのカクテルブックを見るとシェイクと書いてありました。最初、これは印刷ミスなのかなと思ったのですが、他の本を見てみますと、ステアであったり、シェイクであったり、その本を書いた方、書き手の方の思いによって、違いがあるようです。そこで試してみました。一般的な分量は、まず使う材料、ジン、ドライベルモット、そしてクレームドカシス。これらを1対1対1ですから20ミリ、20ミリ、20ミリというのが基本的なレシピです。カシスはとても使い道の多い材料で、例えばカシスオレンジですとか、カシスウーロンなんていうのもありますね。またワインで割って、キール、シャンパンで割ってキールロワイヤル、ご家庭に1本あってもいろいろ使える材料だと思います。結構甘いのですね。基本の20、20、20でやりますと、かなり甘みが立ってまいります。そこで試行錯誤しながら、考えた私のレシピですが、カシスをぐっと抑えめにして、わかりやすい表記にしますと、ジン25ミリ、ベルモット25ミリ、で、カシスが10なんですが、これで合計60になりますが、ジンを25よりちょっと多め、ベルモット25ミリちょっと多め、で、カシスは6ミリから7ミリぐらいに抑えてあげると、現代にマッチしたレシピになると思います。そこで、シェイクとステアの違いですが、シェイクをした方がより温度が冷えてくれます。ですので、温度が冷えると甘みは多少感じにくくなります。カシスのしっかりとした甘みを感じたいときはステアで、そうじゃないときはシェイクでというふうに使い分けています。また、これ私の場合ですが、ステアのときはビーフィーターを使いますが、シェイクするときはこちらのゴードンというふうにも使い分けています。また、ステアするときのポイントです。これは実はシェイクよりもステアの方が難しいんです。なかなか綺麗に回すことって難しいです。ポイントとしましては、バースプーンのこちらの背中の膨らんでる面をミキシンググラスの内側の壁に常に背中がつくように、また一番底まで入れて回してあげてください。これやってみるとお分かりになると思うのですが、意外と難しいんです。そこで、誰でも綺麗に回せるように開発されたのがモーションマドラーでした。あれを使いますと、もう、ただやるだけでも綺麗にステアができます。なぜ一番下までつけなければいけないかは、また今度別の動画でご紹介したいと思います。まず、氷の組み立て。氷を入れますが、この組み立てがとても大事です。ちょっと面積の広い氷を選んで、これを一番下に入れます。そこに、組み立てるようにして、
私はこのように入れます。で、氷の表面のザラザラをさっと取ります。ゆっくり混ぜてみます。こんな感じです。では、こちらに、チン。これじゃあ。はい、パリジャンの完成です。